皆さん、こんにちは。京都児童設備支援ネットワーク協議会、通称チーム京都の紹介をさせていただきます。我々チーム京都は、京都府と京都の中小企業で立ち上がらせた団体です。2012年に京都児童設備支援ネットワーク協議会を正式名称にし、規約を定め発足いたしました。どのような団体かと一言で言いますと、海外の製造現場をもっと良くするという団体です。チーム京都のメンバーはほとんどが中小企業で構成されています。技術力は確かなものですが、それを一社一社では海外市場に発信していくにはとても弱く、世界に技術力を提供するのは非常に難しいです。中小企業のネットワークを使い、メンバーが協力し、共同海外マーケティングを行う団体になります。チーム京都の発端の地は、実は中国になります。何十年も前から世界の工場と言われた中国には多くの日本企業が進出していました。2012年頃はリーマンショックの影響もあり、世界全体の景気も冷え込んでいたのですが、中国だけは違いました。その中国にすでに進出をしていた当時のチーム京都のメンバー企業には多くの仕事の案件が来ていました。ただ、その中には中小企業がとてもできない大型の案件も多くありました。発展を続ける中国の製造業が目の前で困っているのに、そのような大きな案件は対応できず、どうすることもできない状況でした。何とかしたいという思いで、その企業が京都府に依頼をしたのがチーム京都の始まりです。要請を受けた京都府が京都の自動機に関わるものづくり企業に声をかけ、集結したのが現在のチーム京都になります。メンバー企業はものづくり企業で構成されて、特に自動機製作にかかるプロ集団となっております。我々の活動に特に賛同していただいたメンバー企業には、他府県や大企業も一部メンバーとして特別な形で加入していただいております。こちらが2020年度のメンバー構成の表になります。チーム京都のこれまでの活動を紹介させていただきます。まず、チーム京都の初めての案件対応を紹介いたします。右の写真は中国の西安という京都の姉妹都市にあるミシン工場の視察時の写真です。このクライアントはチーム京都のメンバーの得意先の企業です。こちらの工場では当時ほとんどが手作業でした。一つ一つすべての工程で人が作業を行い、次の工程まで人が運んでいました。この工場を自動化したいということで、まず一部の生産ラインを自動化して効率を上げてほしいという依頼を受け対応いたしました。この案件では自動設備の導入にあたり、基本的な考え方やこれまでの作業方法の改善など、従業員の教育も必要だということで、従業員指導と並行して全体のライン構想などを手掛けました。チーム京都では案件を対応するためにコーディネーター、従業員指導のコンサルタント、工場全体の構想設計のために数人の設計者が現地に足を運び対応いたしました。これらの活動はメディアの方に注目いただき、左のように取り上げていただきました。チーム京都では海外展示会の積極的な出展を行い、共同海外マーケティングに力を入れてきました。海外の各地で出展をしていますが、左の写真は毎年特に力を入れている展示会の一つで、上海ものづくり商談会の写真です。この写真には、京都から来ているメンバーをはじめ、京都府の方やメンバーではないですが、現地の中国の京都銀行さんも我々の活動に注目し、応援をいただき、一緒に写真に写ってもらっています。また、同じ金融機関である京都信用金庫さんも活動の支援をいただき、一緒に写真に写っていただいております。前列左側の3人の青い服の女性は、
上海事務局のメンバーです。上海事務局では、現地の案件の一時ヒアリングや販促活動を行っていただいております。続いて、右の写真は、上海総領事館にチーム京都の代表メンバーで表敬訪問をいたしました。我々の活動目的などをご理解いただき、いろいろと情報交換をしました。我々の活動に共感をいただき、今後も協力していただけるというありがたいお言葉をいただきました。こちらの写真は、中国河南省にある鄭州国際展示センターで行われた2019年世界センサー大会という大会です。主催者である技技評学会という団体とチーム京都はパートナーシップ協定を結んでおり、特別招待され出席した時の写真です。世界のセンシング技術やそれらの産業の発展と交流の促進を目的とした大会で、全世界から世界センサーメーカー、大学教授や海外センサー協会の学識者が参加されました。大会はスマートセンサー国際連盟準備会、センサーコンテスト、環境、車、農業、林業、5G など各種分野別の技術フォーラムが行われました。日本からはオムロンやパナソニックも展示会に出展されており、フォーラムには京都大学の教授も発表されていました。チーム京都は開幕式、展示会の出展、世界センサー会議などに出席をし、世界にチーム京都の名前を知らしめました。残念ながら2020年度は世界的に猛威を振るう新型コロナウイルスの影響で、ほとんどの展示会の予定を中止や規模の縮小といたしました。ここからは海外市場に対し、我々がどのような切り口で市場進出を図っているかを説明します。海外全体を市場と見て活動するチーム京都ですが、中国市場を例に説明します。例えば、中国の製造業から案件のご依頼をいただく場合、その企業の工場にある課題が何かわからない。その見つけ方がわからない。もちろん対策もできない。結局、本当に欲しいものがわからない。案件の内容は、とにかく工場をもっと良くしたい。そのような依頼がほとんどです。もちろん発展のスピードの速い中国ではそれらのことができている企業もありますが、全体的に見るとほとんどの企業がまだできていません。そこにビジネスチャンスがあると我々は考えています。クライアントの問題とされる工場全体で把握し、本当の課題とその対策を考え、それらを提案していきます。これら発展途上国の海外市場ではほとんどが持っている課題であり、ビジネスチャンスだと考えております。もちろんメンバー企業にはアメリカやヨーロッパなどの先進国に目を向けている企業もあり、国ごとでビジネスチャンスは変わりますが、海外市場には多くのビジネスチャンスがあることは間違いありません。まとめになりますが、我々チーム京都は生産技術コンサルティング、FA 装置開発政策、OEM 生産、工場従業員の教育、電気制御ソフト開発、金属、樹脂の加工部品製作の自動機器製作に関わるすべての工程のお手伝いができるプロ集団です。何か海外市場でお困りのことがございましたら、一度お問い合わせください。また、海外マーケティングにご興味がある企業は、ぜひチーム京都にご加入いただき、一緒に活動できたらと思います。一企業で海外進出は非常にコストや労力がかかりますが、チーム京都で情報交換や展示会の共同出展をすることで、非常にメリットのある活動ができます。以上、ご清聴ありがとうございました。